無能な上に雨男はただの邪魔。お前だけ先に帰っておとなしく仕事でもしてろよ。社員旅行を楽しむ中、課長が俺をみんなの前で晒し者にする。我慢の限界が来た俺が一言言い返そうとしたその瞬間、元 CA の美人上司がびしょ濡れになりながら衝撃の一言を言い放ち、課長はガクガクブルブル。俺の名前は春風なぎ。サービス関連の会社に勤める32歳のサラリーマンだ。この会社に就職して5年目になる平社員で、独身の彼女なしという寂しい人生を送っている。おそらくこの先もそういったご縁はないんだろう。うちの会社はいろんな事業に手を出しており、ホテルをはじめとし、現在ではレストランやファミレスなど多くの飲食関係に手を出している。社長が社員同士の交流を大切にするタイプであり、夏祭りや秋祭りなどイベントごとも開催していくようなお祭り好きの会社だ。年に1回は恒例行事として社員旅行に行くことになっており、この旅行は部署ごと、あるいは担当している施設ごとに会社から経費として負担され行かしてもらっている。社長の人柄の良さから社員も慕っている人たちが多く、本当にいい会社に就職させてもらったと実感する日々だ。一人の上司を除いてね。春風、この前頼んでおいた資料の整理、ちゃんとできてるんだろうな。篠崎健。俺の直属の上司で、うちの課の課長だ。俺は営業部の経理課に所属しており、昨日、篠崎課長から明後日の会議までにこの資料を作れと頼まれていた。締め切りは明後日ですよね。いくらかは作ってありますが、まだ完成はしてないですよ。はぁ？お前、なんで昨日中にやってないんだよ。明後日って言われても上から頼まれたものは何よりも先に手をつけておくのが社会人の基本だろうが。理不尽な理由をつけ、何かと俺に突っかかってくるこの上司が、俺は心の底から大嫌いだ。口うるさいだけで社員のために何ら動きもしない。なんでこんな人が上に上がれているのか、その辺の理解に苦しむばかり。けれど、俺がここを辞めないのは、社長の人柄の良さはもちろん、給料面でもこの会社以上にいい会社がなかなか存在しないからだ。普通の新入社員の給料より2万以上は多くもらえるこの会社。こんな美味しい環境、自ら手放すのは惜しすぎる。現実的な面を考えて、篠崎課長の嫌がらせなんかよりも、生活の安定さを選んで、俺は働き続けていた。たく、これだから5年経ってもペーペーの社員は困るんだよ。早く一人前になって俺を楽させてくれよな。嫌みったらしいものの言い方にカチンと気はするものの、こんなことしか言えない人なんだと、哀れむ気持ちの方が大きい。まあ、おかげで辞めずに済んでるし、このくらいのことはみんなが経験する道だと思っている。そんなある日、今年も毎年恒例の社員旅行へと行くことになった。今年は夏ということもあり、沖縄観光でもしようという話になったようで。沖縄なんて初めて。私もなんだよね。すごい楽しみ。うちの社員は会社での付き合いに対し積極的に参加する方なので、社員の半分以上がこの旅行に参加することになった。けどこの旅行の日、多分大雨らしいよ。うっそ、災難すぎじゃない？それもこれも。お前が旅行に来るからじゃないのか？春風。課の人たちが旅行の話で盛り上がっていると、そこに篠崎課長が割って入り、雨なのを俺のせいにしてきた。雨男だからって言いたいんでしょ？無視しようかとも思ったが、どうせ返事しなければしないで、しつこく怒られるんだ。今する方がマシと思った俺は、ため息混じりに言葉を返した。よくわかってるじゃねえか。前の社員旅行でも、お前が来た年は大雨だったからな。お前が旅行に来なきゃ、きっと沖縄旅行も楽しかったんだろうけどな。まだ息もしていないのに、文句ばかり垂れる篠崎課長。先に話していた女子社員たちが、気まずそうに俺と課長を交互に見やり、どうすればいいのだろうかとたじろぐ。それを見かねた主任が話に割り込み、課長をなだめながら俺の方に後は任せてと
目配せを送ってきた。まあまあ課長、そんな悲しくなること言わずに。主任が課長をなだめている隙に、俺はそばを離れ自分の業務に取り掛かる。なんで課長、春風さんのこと目の敵にするんでしょうね。社員たちからもいいように思われておらず、みんな不服そうな声を上げる中、俺だけはそれに対して何も言えずにいた。そんな生活が続き、社員旅行当日、天候は予報通り大雨。なんなら場所によっては洪水警報も出てるところがあるほどのひどさだ。これは予定通り、ホテルでゆっくりの可能性大だな。でもそれでもいいように実行委員が段取り組んでくれてるからね。なんだかんだで楽しみだよね。そうか。俺は晴れた海で可愛い姉ちゃん見たかったけどな。それもこれも春風が来たりするからだろ。行きしなのバスの中でみんなが俺に気を使ってくれていたが、篠崎課長だけは俺の尺に触ることを連発する。こうならないようにみんな俺を話題に出さなかったのに、とことん人の気配りを無駄にする男だな。そんなことを思っていると自然とため息も溢れ出し、外の雨と同じように気分が憂鬱になる。いちいち相手にはしないものの、かのみんなが気を使い、車内が重たい空気に包まれた。お前、みんなに詫び入れろよ。お前が来たせいで最悪の天候なんだからさ。行きしなのバスの中でこんな空気にされたら楽しい旅行も台無しだろう。ことを穏便に済ませるため、俺が仕方なく課長の言うことを聞こうとした瞬間だった。あなた、普段からそんな風な口の聞き方を部下に対してしているの？そう言って話に入ってきたのは営業部部長の冴羽瑞穂だった。いや、そんなことはないです。春風にだけ。どうして春風くんにだけそんなことをするの？こいつは、うちの課のお荷物なんです。課長は苦虫を噛みつぶしたように顔をしかめ、なぜ俺がそんな風に言われているのか理由を語り始めた。以前営業部の方で大きな商談があったと思います。その商談を破綻にさせた張本人がこいつなんです。その商談は営業部にとってとても大きな商談だった。これからこの会社の業績が決まると言っても過言ではないほどに重要な内容の商談だったことは、その商談が破談になってから知った。その大事な商談はこいつの失態で破談になったんです。その商談の時、冴羽部長はその場にいなかった。彼女が部長になったのは、その商談の失敗で前の部長が責任を取り、辞職したからだ。その後釜として別部署から営業成績の良かった彼女が部長として昇進したのだ。だから彼にひどい言葉を投げていいっていうの？こいつは営業部の害虫なんですよ。そんな奴を人として扱う必要なんてないでしょ。あなた、それ以上口を開くのなら、今すぐにこのバスから追い出すわよ。そういう冴羽部長の表情はとても怖く、有無を言わさぬほどの空気感を出していた。さすが冴羽部長だな。あの人にはかなわないよな。篠崎課長もなんで冴羽部長乗ってんのにあんなこと平気で言うんだろうな。怒られるのなんか目に見えてるのに。みんなが冴羽部長の言葉に感心しつつ、空気の読めない篠崎課長に白い目を向ける。篠崎課長もこれでおとなしくなるかと思ったが、その考えが甘かった。まさか彼がこの後、あんなことをするなんて、誰も思いはしなかった。今日は一日雨で動くことができないので、自由行動になります。各自ホテル内を楽しむなり、観光に行くなりは自由にしてください。明日は朝から動きますので、しおりの予定通りに集まるようお願いいたします。実行委員の一言の後、みんながホテル内を自由にうろつく。このホテル、プールもあるらしいぞ。いいね。後で行ってみる？明日は晴れだから明日にしたら？せっかくなんだし、沖縄料理でも食べにレストランへ行こうよ。
おのおのが自由に動く中、俺は同僚に声をかけられ、室内プールへと連れて行かれることに。明日晴れたら、美ら海水族館行きたいし、今日はプールや温泉楽しもう。無邪気にはしゃぐ同僚たち。水着に着替えて早速プールへ乗り込むも、飲み物を持ってくるのを忘れたと言い出す。俺が買ってくるから先にプールを楽しむように伝えれば、売店でまさかの篠崎課長と鉢合わせ。俺は思わずゲッと言わんばかりに表情を歪めた。なんでお前がここにいるんだ。先ほどのこともあってか、軽減そうに俺を睨みつける篠崎課長。俺が飲み物を買いに来たと説明すると、怒涛のごとく怒鳴り声を浴びせ始める。お前のせいで散々な目にあったんだぞ。詫びの一つもないのか。もはや八つ当たり。篠崎課長の言葉にげんなりしていると、周りからも白い目で見られていることが空気で察せた。こんな人目がある場所で怒鳴られたら、周りの人からは何だと思われても仕方ないだろう。雨のせいでみんなの旅行の楽しみが半減だ。それもこれも、お前が悪い運気を流しているせいだろう。運気を流すって、俺は神様かなんかなのか？どうやってそんな運を流すって言うんだよ。怒っている内容にすら呆れを覚えていると、その声に反応して、どんどん野じ馬が集まり始める。無能の上に雨男はただの邪魔。お前だけ先に帰って、おとなしく仕事でもしてろよ。そんな無茶苦茶な切り方を篠崎課長にされていると、一人の女性が彼の背後から近寄り、バケツいっぱいの水を彼の頭からかぶせた。俺はそれを見て唖然とし、周りの野じ馬も同じように口を開いてその行動を見つめる。冷てえ！誰だ一体！大量の水が降ってきたものだから、驚いて言葉を発する篠崎課長。怒りが頂点に達したように振り返り、水をかけてきた人物に怒鳴り声を上げた瞬間、かけてきた相手を見て、彼の表情から一気に血の気が引いていく。少しは頭が冷えたかしら。そこには黒いオーラを発しながら怒りの色をにじませている冴羽部長の姿が。どうして部長がここに？同僚とプールに来たら、あなたのバカでかい怒鳴り声が聞こえてね。ここは他の方も利用している共同施設よ。我が社の人間がこんなところで大騒ぎして、どういうつもりなのかしら。ちょうどプールで泳いだ後なのだろう。冴羽部長は水着姿で現れており、髪や体からは水が浸っていて、それがすごく色っぽかった。あまりの綺麗さに見惚れていたものの、彼女の厳しい一言で途端に現実へと引き戻される。そんな俺をかばうように、冴羽部長は篠崎課長の前に立ちはだかり、仁王立ちで彼を睨みつけた。さっきも言ったわよね。いつまで彼にしつこく嫌がらせをするのかって。あの注意で私は警告を出したつもりですが。それは、あなたのパワハラ騒ぎは日頃からよく耳にさせてもらっています。他の部下たちにも厳しいご指導をされているようね。まさかの事実に、俺も驚きの声を上げる。俺以外にもこんな思いを篠崎課長はさせていたのか。自分さえ我慢すれば、他の社員に被害が行くことはない。そう思っていた俺は、これまで我慢していたことが無駄なのを知り、怒りから拳が震え始める。けど、こいつに関しては怒る原因って何ですか？怒りが頂点に達した俺は、篠崎課長の言葉にかぶせ気味に反論する。俺が何をしたって言うんですか？仕事だって真面目にしてる。今だって飲み物を買いに来ただけ。課長に何か怒られるような真似をしましたか？特にしてないですよね。なんだその反抗的な態度は。お前、誰に向かってそんなことを言っているのか分かってるのか？分かってますよ。課長こそ、いつまで過去のことで俺に怒号を浴びせるつもりなんですか？初めてだった。篠崎課長にこんな反抗したのは、今までは何も言い返さなかったため、さすがに篠崎課長も驚いたのだろう。
体を怯えたように跳ね上がらせ、豆鉄砲でも食らったかのような表情で俺を見つめる。あの事件もそうだ。俺が商談を破談させたあの日、元はといえば、その商談に遅刻しそうになった課長が、俺を迎えに呼び出したんですよね。俺はできる限り急ぎました。でも、あんな時間に呼ばれて迎えに行っても、間に合うわけないですよね。しかも俺、あの日、オフですよ。実家の母が倒れて、病院に付き添ってるのに呼び出して、付き添いに来ていた兄たちがいてくれたからよかったものの、迎えに来なきゃクビだと、篠崎課長に脅されたため、俺もしぶしぶ承諾するしかなかった。幸い母は命に別状はなかったものの、そこから通院と介護が必要になった。そのため、篠崎課長にどれだけ嫌がらせをされても、俺はここを辞めることができなかったのだ。篠崎課長、これは本当の話ですか？いや、これにはその理由が。休みの人間を脅して迎えに来させた。これは本当の話なんですかと聞いてるんです。いつまでも見苦しい言い訳を並べようとする篠崎課長に、冴羽部長の厳しい一喝がお見舞いされる。篠崎課長は、それに観念したように肩を落とし、俺の話が事実であることを認め、冴羽部長に連れられて、プールサイドを後にした。大丈夫だったか、春風。篠崎課長が連れられて行った途端、心配した同僚たちが俺の元に駆けつける。すまん、助けに来るのが遅くて、冴羽部長を見つけるのに手間取っちゃって、部長を見つけるのにって、それじゃあ、タイミングよく冴羽部長が現れたのは、そういうことだったのか。ようやく合点がいくと、俺はみんなに呆れたような笑みを見せる。そんな心配しなくても、俺なら大丈夫なのに。そんなわけないだろう。お前があの事件を理不尽に課長から責められていたことは、俺たちが一番知ってるんだ。お前がこれ以上、課長のせいで自分のような人が現れないように、わざと標的を自分だけにさせようとしていたのもな。だから言い返さなかったんだろ。人間って無視されるのが一番身に応えるからな。あえて相手にせず、自分の方にヘイトを向けさせて、お前は自己犠牲にも程があるんだよ。何もかもがバレバレなことに俺は観念し、その通りだとみんなの意見にうなずいた。俺さえ我慢すればどうにかなると思ってたんだ。あの日、俺は自分のせいじゃない。自分は悪くないと思っていた。でも俺が課長を連れて行くのが遅かったせいで、前の部長が責任取らされたのを見て、自分のせいかもしれないと思い込んじゃって、それで反論できなかったわけね。みんなに自分の心境を話していると、篠崎課長を連れて行ったはずの冴羽部長が、再びプールサイドに現れた。あなたたちありがとう。私のことを探してくれて。いえ、とんでもないです。冴羽部長、篠崎課長を連れて行ったはずなんじゃ。専務も来てるから事情を話して、後の処遇はお願いしてあるわ。ちょうど知り合いの CA も見つけたし、今日の便をすぐに取って連れ帰ってくれるんじゃないかしら。知り合いの CA？ 冴羽部長の一言に全員がきょとんとした様子で彼女を見つめる。やり手営業マンの彼女のことだ。取引相手にでもいるのだろうかと思っていたが、彼女から出た言葉は予想外の一言だった。あら？もしかして聞いたことなかった？私ね、前職は CA だったのよ。その場にいた全員が衝撃の事実に驚きの声を上げる。その大きさに今度は冴羽部長が驚き、きょとんとした様子で俺たちの顔を交互に見つめた。そんなに驚くこと？驚きますよ。なんで CA さんがうちの会社なんかに。本当ですよ。うちなんかよりも CA の方がよっぽど条件美味しいでしょ？みんな驚きから遠慮なしに質問を冴羽部長に畳みかけ、彼女は困ったように頬をかきながら言葉を濁した。
まあ、いろいろね。それより悪かったわね。あなたたちの楽しい雰囲気をぶち壊しにしてしまって。あとは会社の方で対応するから、あなたたちは旅行を満喫しなさい。サイバ部長のその一言に、みんながみんな素直な返事をすると、彼女はそのままプールサイドを立ち去るように歩み始める。俺は同僚に少し離れることを伝え、彼女の後を追うようにプールサイドを出て行った。サイバ部長！プールサイドを出て着替えを済ませると、ロビーに向かうサイバ部長を見つける。滴り落ちる水をタオルで拭きながら、急ぎ足でエレベーターに向かう彼女に声をかければ、彼女は驚いたようにこちらへと振り向いた。春風くん、どうしたの？プールは？俺、ちゃんとお礼を言ってなかったので。サイバ部長のそばまで歩み寄れば、その容姿端麗さを見て、思わず緊張から体がこわばる。部長は社内でも随一と言われるほどに美人であり、顔はもちろん、スタイルや振る舞い、そのすべてが完璧と謳われていた。そんな彼女を目の前にして、緊張しない男性がいるはずもなく、例に漏れず、俺もその男性の一人だった。お礼なんていいのよ。私は当然のことをしたまでだもの。けど、すごく助かりました。課長の嫌がらせから俺を救ってくれて、本当にありがとうございます。改めて頭を深々と下げてお礼を述べると、彼女に何かお礼がしたいと口にする。その言葉を聞いた彼女はしばらく考え込み、それなら、と、ある条件を出された。飲みに行くから付き合ってくれる？まさかの酌の誘いであり、俺からしたらお礼というよりご褒美だ。喜んで彼女からの申し出を受けると、二人でホテル内にあるバーへと向かった。店内は程よく照明が落ちており、ボックス席で人目を仕切られる仕様になっていたため、誰が来ているのかもわかりにくいように配慮された店内となっていた。頼んだお酒が来ると、軽くサイバ部長と乾杯を交わし、しばらくは談笑を楽しむように酒を飲み進めた。その雰囲気が一変したのは、部長の酒が結構進んだ頃だった。私ね、CA だったのを後悔しているの。不意にサイバ部長が過去の自分の話を俺にこぼしてくれたのだ。私の母も病気がちでね。私がフライト中に病院に運ばれて一命を取り留めたの。けど、私はその時、チーフまで上り詰めてて、仕事を簡単に降りることができなくてね。2回目に倒れた時には、時すでに遅かった。私が日本に帰ってきた時には、すでに葬儀や火葬はすべて終わった後だったわ。国際線の CA をしていたサイバ部長。自分が日本に帰ってきた時は、他の家族がすべて対応しており、自分は遺骨と母親の仏壇が久しぶりの再会になったと話してくれた。その時にね、すごく後悔したの。今の地位や立場をなくすのを怖がるよりも、もっと大切なものを見るべきだったんじゃないか。私が国内線に変えてもらっていたら、こんなことにはならなかったんじゃないのか。母への恩をちゃんと返せなかった現実に、すごく後悔して、逃げるように CA を辞めたのよ。そして、それを知り合いの父であるうちの社長に話し、拾ってもらったのがうちに来たきっかけだったそうだ。ひどい娘よね。家族よりも仕事を取って、結局その仕事から逃げちゃったんだから。それなら母が倒れた時に逃げてろって思うわよね。思わないです。誰かに責めてもらいたかったのか、困ったように前根を伏せながら語るサイバ部長の言葉を、俺はきっちりと否定した。サイバ部長が必死に働いてたのって、お母さんを養うためですよね。その立場につくのはきっと苦労したと思います。家族を守らなきゃと思ったから必死に働いて頑張ってきたんですよね。なのにそれをどうして責めるんですか？同じ境遇だからこそサイバ部長の気持ちが痛いほど理解できた。家族より仕事を優先したわけじゃない。家族を守りたいから仕事を頑張っていた。そんな彼女の思いを
誰が責められようというのだろうか。そんなことを思って言葉を発すると、彼女は辛そうに顔を歪め、無理やりにでも笑顔を取り繕った。家族に言われたのよ。母よりも仕事を選ぶなんて薄情者だって。お前は親不孝な女だって。その言葉が胸の奥に突き刺さり、サイバ部長は逃げるように家を出て、毎日仕事に没頭していたらしい。おかげで気づけばこの立場。私のことを救ってくれたのは仕事だけってことかしら。我ながら寂しい女だなって思うわ。酒を一口飲み、自分を嘲笑うような言葉を漏らすサイバ部長に気づけば手を伸ばし、彼女の頭を優しく撫でていた。春風くん？いきなりされた行動に驚いたのか、動きを止めて俺を見つめるサイバ部長。そんなことなどお構いなしに、俺は彼女の頭を撫で続け、一言だけ優しく囁いた。ここには、あなたを責め立てるような人、一人もいないんです。もう我慢しなくて大丈夫ですよ。それを聞いた途端、張り詰めていた糸が切れたのだろう。彼女は頼るように俺に抱きつき、声を押し殺して、今までの辛さをぶちまけるように大泣きしていた。包み込むように彼女を抱きしめ、落ち着くまで撫でる手は止めず、彼女のすべてを受け止めるように、俺は優しくなだめ続ける。このことがきっかけで、俺はサイバ部長と交流を持つようになった。ひとしきり泣き終わった彼女は、いつもの凛とした空気とは一変して、情けないと言わんばかりに苦笑いを浮かべ、俺に甘えたことを詫びる。俺はそんな遠慮する彼女の雰囲気を和ませるように、可愛いから大丈夫ですよと、冗談めいて言葉を放ったのだが、彼女はどうやら褒められ慣れしていないようで、顔を真っ赤に染めながら、ぷいっとそっぽを向かれてしまった。意外な一面が知れた俺は、もっと彼女を知りたい。もっと彼女と時間を過ごしたい。そうやって彼女に惹かれていき、気づけば猛烈アプローチ。彼女との関係を密なものへとしていった。一方で篠崎課長はというと、あの後会社から解雇通告を下され、次の日には依願退職をしていた。今彼が何をしているのかは知らないが、風の噂で田舎の親元に帰ったということは聞いている。彼のことだ。意地を張りながらでも、それなりに仕事はしていることだろう。俺たちは相変わらず忙しい毎日に追われ、時折、サイバ部長と飲むような日々を過ごしていた。俺もサイバ部長も仕事熱心なことから波長も合い、気づけばお互いに自然と惹かれ合った。そしてクリスマスの日。寒い時期になりましたね。今日は美味しいイタリアンのお店予約してるんで、俺にご馳走させてくださいね。一緒に過ごせることになり、俺は張り切って事前に段取りしていたレストランへと足を運ぶ。いつも自分の方が上だからとご馳走してくれるサイバ部長。今日ばかりはそんなわけにはいかない。なぜなら俺は今日、ここで彼女に告白しようと思っているからだ。そんな気を使わなくてもいいのに、私が好きで出してるんだから。困ったように微笑みながらも、俺の申し出を承諾してくれるサイバ部長。彼女とプライベートな時間を共有するようになってから知ったが、彼女は仕事とは違い、プライベートはすごく穏やかで、とても女性らしい、可愛い一面がある人だと分かった。結婚するなら、プロポーズはちゃんと欲しいだったり、ぬいぐるみを見るとついつい欲しくなってしまう。可愛いものには目がなく、容姿のこともあってから、服や小物には手を出せないから、部屋の内装は可愛くしてあるなど、仕事だけの関係なら絶対に知ることができない一面を、俺はこの数ヶ月でたくさん知ることができた。そんな可愛い彼女の隣にいたい。上司と部下なんて立場を飛び越えて、一人の男性として彼女のことはこれからは守りたい。
そう思った俺は食事が終わった後、勇気を振り絞って告白。返事は彼女らしく丁寧に、よろしくお願いしますと頭を下げられ、無事にこの恋が実り、俺と彼女は晴れて恋人同士という関係に。春風課長、この資料なんだけど、明日までに行けたりする？任せてくださいよ。これぐらいすぐに用意してみせますよ。それから数年後、俺は課長に昇進し、彼女もバリバリ仕事に打ち込んでいた。社内でまだ俺たちの関係を公表することはできないが、数日中には発表しようと思っている。俺たちに新しい家族が増えることと共にね。